こういう感じでやってるわけではないんですよ。なので見えないので何もやってないように見えるかもしれませんけど、でも実は腕が降りている時に肩が。皆さんこんにちは。今回は脱力って何？脱力しない脱力テクと題してピアノの脱力についてお話しします。脱力悩んでいませんか？脱力してピアノを弾いたら良いと聞いてもどうやったらできるのか、そもそも脱力して力を抜いた状態でピアノを弾けるのかといろんな疑問があるんではないかと思います。きっとこの動画を見てくださると脱力そのものに対する捉え方ガラリと変わるはずです。まず脱力する目的について考えてみましょう。なぜピアノを弾くときに脱力する必要があるのでしょうか。僕は2つの理由があると考えています。1、長時間弾き続けても疲れないため。2、音そのものを魅力的にするため。この2つの実現のために脱力を使っていきましょう。では脱力って何でしょうか。ピアノ演奏においては読んで字のごとく力を抜くと捉えると実はあまりうまくいかないんですね。僕は脱力のことを力を使って力を逃がすテクニックと捉えています。つまり力を抜いて使わないのではなくて力を使うことでこそ成立するテクニックです。それでは早速力を使って力を逃がすテクニック、いわゆる脱力を練習してみましょう。最も重要なことはこの肩の周りにある筋肉を使うことです。親指のみでの打鍵が最も分かりやすいと思いますので、ぜひ皆さんもピアノの前で音を出して試してみてくださいね。親指で打鍵するためには腕が下方向に降りていきますよね。その時にこの肩周りの筋肉を使ってブレーキをかけます。つまり打鍵している下の方向と反対方向の上への力を肩で生み出しています。これ見えないんですよね。つまりこういう感じでやってるわけではないんですよ。なので見えないので何もやってないように見えるかもしれませんけど、でも実は腕が降りている時に肩が上方向に上げようとしています。この肩周りの筋肉を使うタイミングなのですが、鍵盤が下がりきらないうちにブレーキをかけ上方向のエネルギーを生み出すことが大切です。僕の感覚では手を下ろしながらも上げています。もう上げてるという感覚です。そうすると実はこの腕全体でしなりが生まれるんですよね。それによって脱力の2つの目的、長時間弾いても疲れないということ、そして音そのものを魅力的にするということにつながっていきます。脱力ができないと悩んでいらっしゃる方の多くはこの肩のブレーキを使っていないと思います。その代わりに肘や手首あたりの力を抜こうとしてこのような形で弾いてしまっていませんか？また脱力ができないと悩んでいらっしゃる方の中には肩のブレーキを使っていてもこのタイミングが遅い方もいらっしゃいます。遅い方は完全に打鍵し終わってから肩を使う、こういう音します。これ今遅いですよね。もっと早く下ろす時にはもう上げるというのが脱力、つまり力を使って力を逃がすテクニックです。まとめです。脱力は力を使って力を逃がすテクニックとお話ししました。つまり筋力の強い肩の筋肉を活用し、それよりも疲れやすい肘や手首などにある小さな筋肉を助ける、これが脱力と呼ばれる力を使って力を逃がすテクニックです。この力を使って力を逃がすテクニック、
のさらに助けになるのは重力を使うことです。次回は重力の助けを借りる方法をお話しします。それでは。